皆さんこんにちは、みさとです。ここは神戸三宮駅です。近鉄の鶴橋駅から阪神の尼崎直通区間準急に乗り、尼崎から直通特急姫路行きでこの駅に着きました。今回は三宮から夜行のフェリーに乗って四国に向かってみます。とりあえず JR 三宮駅へ向かいます。スケジュールの都合で帰りの列車の乗車券類の引き換えがこの先発見できるタイミングがないと思われるので、ここで JR の駅で発見しました。今回の夜行フェリーはかなりの深夜時間でもっとゆっくりでもいいのですが、 JR の切符の発見時間の都合上だいぶ早めに来ています。帰りの JR の切符も入手してフェリーターミナルへ向かいます。フェリーターミナルへは連絡バスが出ているので三宮バスターミナルへ。三宮駅のバスターミナルはミント神戸の1階にあります。ここですね。ちなみに神戸三宮駅からのアクセスはこの階段から来るのが近そう。JR の切符の発見の用事がなければこちらで来ています。なおこのバスターミナルは高速バスのバスターミナルなので、フェリー以外のバス利用者の方も利用されています。この時間帯は夜行高速バスの時間帯で、四国や九州方面へ行くバスが見られました。バスの切符売り場もありますが、この時間帯は閉まっています。時刻表には23時30分発のフェリーターミナル行きしか記載されていませんが、0時30分発もありました。今回は23時30分発に乗ります。バスがやってきました。バスの運賃は210円で現金のみ利用できます。下車するときに支払う乗車方法です。三宮の街を10分ほど走って神戸三宮フェリーターミナルに到着。フェリーターミナルに入ります。フェリーターミナルは1階が切符売り場で2階が椅子がたくさんある待合室になります。高松行きは1時発なのでまだ1時間以上あります。23時50分過ぎに神戸行きのフェリーが到着。私が乗る折り返し高松行きとなるフェリーです。1時間ほどの折り返し時間で早めに乗船できるかなと密かに期待して早めのバスで来ました。立林2というフェリーです。早めに乗船できるかなと期待していましたが、折り返し時間中に掃除をしたりいろいろ準備があるのでしょう。なかなか乗船開始にはなりません。早めのバスで来て待っておられた方は座敷席の自由席で席を確保のためかもしれませんね。乗船できるようになったのは0時40分でした。なぜ早めに乗船できるかなと思ったのかと言いますと、国鉄時代の夜行列車で運転時間が短く、寝台列車の割に寝る時間の短い列車がありました。その列車は早めの時間から始発駅に停車して、発車時間より早めに寝台で寝ることができたらしいのです。フェリーでも同じようなことがないかなと期待してのことでした。さて、乗船しましたが、このジャンボフェリーはホームページに船内設営に関するお願いがあります。個室は OK ですが、他の客室などでは NG。やはり映り込みを気にされるお客様もおられますからね。このお願いを守って船内の撮影を行いました。今回私が利用したのはシングル個室。ここは土足厳禁で、靴を脱いで袋に入れて入ります。個室エリアに入るには QR コードを読み込ませる必要があります。今夜のお部屋は115号室。個室の中はこんな感じです。昔のブルートレインの遠心台個室のような広さでしょうか。この中に救命胴衣があるそうです。部屋の鍵はここにありました。ベッドを使うときは使い捨てのシートをセルフサービスで布団上下につけて就寝します。お布団はこんな感じ。この個室エリア、船のエンジン音が微妙に聞こえるので耳栓も置いてあります。この床のトレイはスーツケース置き場です。シートの使い方が壁に貼ってあります。
それでは船内を足早に回ってみます。こちらは船の後方を見る展望デッキから。このフェリーは乗用車やトラックなどは屋根がないデッキに置かれるのですね。外は結構寒いので一旦中に入ります。ここは売店です。お土産の他に空気枕なども売っています。その横がうどんショップ。何人かの方がうどんを食べていました。今回は明日しっかり行動したいので早めに寝るのでパスしましたが、今度このフェリーを利用するときには食べてみたいです。売店がある2階から1階を見たところです。階段の踊り場にフードコートでよく見かける注文したラーメンなどができた時に鳴る端末のようなものがありました。ほとんど外が見えないですし、船内放送を聞き逃すと下船遅れになるかもしれません。到着前の適当な時間になるそうです。一つお借りします。こちらは3階のロビーです。いつの間にか出港していますね。さてこちらは4階です。ここは客室エリアではなさそう。奥にゲームコーナーがあります。一角にキッズコーナーがあります。もう一度デッキに出てみます。深夜の神戸の夜景に見送られての出港です。日中の便ならデッキは混雑しそうなものですが、4時間15分で高松に着いてしまいます。ほとんどの方はもう床に着いているのでしょう。私も自分の部屋に戻りました。早く寝て明日に備えるとしましょう。おやすみなさい。おはようございます。時刻は5時過ぎ。もう高松東港に接岸しかけています。時間通りの5時15分に下船のタラップを歩いていました。個室の感想は部屋が一番下のフロアにあるので微妙に船のエンジン音が響きます。耳栓があるのである程度防げますが、慣れない方もいらっしゃるかもしれません。利用したことはないですが、寝台特急サンライズの B 寝台個室ソロの下段部屋でモーターに近いエリアと同じレベルかも。でもプライベート空間が必要なら個室はこれのみですし、悩みどころですね。高松東港でもバス停はすぐの場所にあります。こちらは無料で高松駅まで運んでくれます。フェリーはもう次の6時15分発の神戸行きの準備をされています。4時間ほどの船旅をありがとうございました。5時15分に接岸してすぐ下船してバスに乗り込んでこんな時間です。バスは5時20分に出発。日中の便に乗って瀬戸内海の景色を眺めたい気もしました。また利用させていただきます。ジャンボフェリー。まだ早朝5時過ぎの高松市内。行き交う車もほぼありません。10分ほど走って JR 高松駅前に到着です。この後駅から JR に乗り継げば松山へは6時ちょうど発の石鎚103号で松山8時36分着。高知には6時4分発の四万十1号で高知8時18分着。徳島へは6時8分発の渦潮1号で徳島7時29分着という風につながります。夜行バスの方がまとまって睡眠時間は確保できそうですが、こういったスタイルの旅も面白そうですね。それでは今回の動画はここまでにさせていただきます。次回の動画をお楽しみに。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。